大スクープです。とんでもない秘密を発見しました。全国民10万円給付、8月給付開始へということの理由についてお話しさせていただきたいと思います。衆議院選挙後の8月給付開始へ特別定額給付金10万円の2回目ということで、給付金の最新情報についてお話したいと思います。で、今日この動画をご覧になっていただいている方は個人の方でご覧になっていただいている方がほとんどだと思います。で、給付金に関する情報が出たらすぐに知りたいという方、あるいは給付金の申請が始まったらすぐに申請をしてできるだけ早く給付をされたいという方、あるいは確実に給付をされたいというふうに思っていらっしゃる方がご覧になっていただいているパターンがほとんどだと思います。で、給付金に関する新しい情報が出ましたらすぐに動画でお話しさせていただいてますので、今言いましたようにすぐに情報を知りたいという方はぜひチャンネル登録をしていただければと思います。チャンネル登録していただくと新しい動画が出た時にすぐにご覧になっていただけるようになります。それでは早速いきたいと思います。まず特別定額給付金10万円の2回目っていうのはまだあるかないかっていうのはもちろん確実には分かってないんですけれども、その特別定額給付金がまずどういったものかというところからちょっと振り返りたいと思います。特別定額給付金っていうのはコロナ禍にあった全国民10万円を給付すると、1人当たり10万円を全員に給付するといったような給付金のことです。で、その2回目っていうのは何かっていうと、今国民の意識としてはコロナ禍よりもきついというふうな生活の実態があります。なのでこのコロナ禍にあった特別定額給付金のような、国民1人当たり10万円給付といったような給付金をやってくださいというような声が上がっているということです。で、そもそもこのコロナ禍にあった特別定額給付金っていうのは、国民の声を受けて給付決定したといったような経緯があります。で、もともと1世帯30万円ということで閣議決定していたのですが、この国民の声、この30万円で閣議決定した後に、世論調査で、国民1人当たり10万円給付やってくださいという国民の声があったと。で、さらには自民党の若手からもそういったような声があって、さらには公明党がその1人10万円給付ということで国民が言ってますということで自民党を突き上げてという形で、自民党も動いてですね、一度決めた閣議決定を組み替えて1人10万円の給付ということで決定したという経緯がありますと。ただこの時は与党が協議したということですね。自民党と公明党の間で協議をしたということがあります。それに対して今10万円給付というものを政策にしている党というのは、あるにはあるんですけれども、野党にとどまるというところですね。国民民主党であったりとかれいわ新選組にとどまっているということです。国民民主党はインフレ手当として1人10万円給付というのをやったらどうかということを政策にしています。あるいはれいわ新選組は春夏秋冬、四半期に1回ずつ10万円を給付するということで政策にしています。財源もあるというふうに言っていると。ただし先ほども言ったように野党にとどまるというところですね。この野党であるということを覆して大逆転で実際にこれを給付と、給付金10万円が実現という形になるシナリオはないのでしょうかというところですね。まず国民の声としてはとにかくコロナ禍よりも苦しいといったような実態があります。物価が上がっているのに給料は下がっているという現状がありますと。なのでコロナ禍よりも苦しいということですね。コロナ禍というのは当然旅行業とか飲食業とかあるいは交通に関するようなお仕事をされている方は非常に苦しかったと思います。ただ我々一般的な国民としてはそれ以外の仕事に就いている方も多いので、そういったコロナ禍よりも今の方が苦しいと。なぜなら物価が上がっていて給料は上がっていないからだということですね。物価が上がっているというのは明白ですね。スーパーとかに行っても物の値段が去年に比べて2割3割上がっている。これもザラにありますと。ひどいものになると5割上がっている。そういうものもありますね。原料高になっているので当然そのように物の値段が上がっていると。それに準じて他のものもどんどん上がっているということですね。で、給料は例えば新聞とかでもベア 5% という形でベースアップしてますよという声も聞かれるんですが、それはあくまで大企業に限ったことで、我々の国民の一般的な国民のですね、大半が勤める中小企業というところはまだまだ給料追いついてないと。上がらないどころから下手したら下がっているところもあるというふうなところですね。倒産の件数も増えていると
いうことで、国民の生活は非常に苦しいという状態になっていて、それを受けて、岸田政権、あるいは自民党の支持率がめちゃくちゃ低くなっていると。超低支持率といったような形になっていますと。さあ、じゃあ自民党はこういった国民の声を組み入れて、特別定額給付金のような、1人10万円給付というものはもうやらないんでしょうかという状態なんですが、いやいや、国民のこの声というものを無視できないといったような理由が岸田首相にはありますと。実は岸田首相はこのまま首相で居続けるためには衆議院の解散が必要といったような状況になります。それはどういうことかというと、今年の9月に自民党の総裁選がありますと。で、このまま自民党の総裁選を迎えたんではめちゃくちゃ低い支持率ですと。で、さらにはその翌年2025年の10月に衆議院の任期満了ですと。当然衆議院っていうのはその任期満了になるまでにもう 99% どこかのタイミングで解散というふうになってきたのが今までですので、どこかのタイミングで解散は行われるんですが、もう最低でもこの2025年の10月までに解散は行われるので、となるとそこで岸田首相をこの自民党の総裁として再選させて首相で居続けさせてしまったならば、この衆議院選挙、岸田首相を自民党の顔として迎えなければならなくなってしまうので、自民党の議員としては、もしその岸田首相がそのまま顔であると、自分の議席がもしかしたら危ういという形になると、国民の逆風をそのまま受けてしまうということで、当然この自民党の総裁選で岸田首相を変えるということを目論んでくるということですね。なので、岸田首相としては、この自民党総裁選を迎える前までに支持率をかなり上げるか、あるいはそれまでに衆議院の解散を行って、選挙で、その選挙の結果、議席はもしかしたら減らすかもしれないけれども、過半数、政権与党としての過半数を確保して、そしてこの自民党総裁選を迎えると。国民の信を得ましたよと。半数確保しました。政権与党でいられました。なので自民党総裁としてもう一度立候補して再選するといったようなシナリオを目論んでいますと。で、そのためには当然その選挙を迎えますので、国民の支持率というのは少しでも欲しいと、少しでも上げておきたいという状況ですので、この超低支持率、国民の声を全く無視していいのかと。で、そんなことはないと。国民の声を無視できないといったような状況があります。実際に岸田首相もこの国民の支持率を上げるということには非常に敏感になっています。この、今回のこの低支持率になった原因である、当然政策がうまく良くなかったということに加えて、裏金問題というところがありました。で、その裏金問題の、対応するですね、政治資金規正法というものを改正しようというふうに思っています。それを今回の通常国会、この6月までの国会の中でやりますよというふうに明言をしています。で、さらにはこの6月から減税がスタートします。1人4万円の減税がスタートしますので、その減税がスタートして、さらにはその政治資金規正法、裏金問題の解決に取り組みましたよということで、アピールをして少しでも国民の支持率を上げて、そして解散というところを目論んでいます。さあ、衆議院の解散というのはいつあるのかということですね。当然岸田首相はいつ解散しますということは明言はしていませんと。明言はしていないんですが、岸田首相と他の党のですね、議員との質疑のやり取り、予算委員会の質疑のやり取りの中で、岸田首相がいつの解散を目論んでいるかというところが見えてきますというところですね。れいわ新選組の山本代表の質問です。総理いつ辞めるんですかということで質問したところ、今は考えていませんと。なるほどと。で、他の質問を入れて、さらにまたいつ解散しますかと尋ねたところ、今は考えていませんという話でした。なるほどと。さらに食い下がって、いや、いつ解散するんですかと、国民の信を問う必要がありますよ。裏金問題あったんで、国民の信を問う必要がありますよ。解散いつするんですか。今は考えていないということで、今は考えていない、今は考えていない、今は考えていないということで、考えていなくはないが、今解散しますということではないですよということが、読み取れますね。で、さらに立憲民主党の辻元議員が、総理、4月に一か八かの裏金解散考えてるんじゃないんですかと。全く考えていませんと。ちょっとこの山本代表の質問とニュアンスが違いますよね。全く考えてないと。なるほどと。
解散は考えてるけども今はしないよと。ただ4月の解散っていうのは全く考えてないという発言ですね。何気なく返したと思うんですけれども、同じ答えでただ考えてないですよってことを返したつもりかもしれませんが、総理の言葉の端々を拾うと6月解散が見えてきますと。今はしません。4月全く考えてませんと。つまり4月の解散はしないけれども6月の解散もしかしたら狙っているということですね。さあ、岸田首相の最新の支持率です。JNN なんで、これは、あれですね、TBS 系の世論調査会社が出してきた、世論調査なんですけれども、3月の頭に行った速報値でいうと、岸田内閣の支持率は 22% ということで過去最低をさらに更新したという状況ですね。2月にも各社世論調査が行われてたんですが、その2月の結果でも各社過去最低を更新していると、軒並み更新しているといったような感じです。いよいよ岸田首相、この低支持率受けて、もう諦めしかないんじゃないかと。解散なんか行ったらボロボロですよということも予想されますが、岸田首相は諦めていませんと。この9月の自民党総裁選をもって退陣するんじゃないかなというふうな見方もあるんですが、いや、解散で多分岸田さんは勝負してきますと。で、この去年の同じような時期、同じように通常国会、2023年の通常国会が終わりに近づいた時期に、解散するんですかというふうに、メディアに聞かれてですね、状況で判断というふうに発言しています。つまり、岸田首相っていうのはもうずっと前から解散については考えてるんですね。考えてるんですけども、一番いいタイミングがどこかということで、振り返ればあの時やっとけばよかったというタイミングは多々あるんですけれども、なかなか解散ができずにいたと。ただ、解散については常に考えていますと。解散について考えているっていうことは、つまり、自民党、あるいは自分にとって一番いいタイミングで解散をして、なんとか首相で居続けたいということをずっと考えているということも読み取れますというところですね。で、もしここで自民党がこの低支持率のまま、岸田首相がこの低支持率のまま解散を行った場合どうなるかと。さすがに国民は今回は怒っているということで、なんとか過半数確保できるというふうに思ったものの、実際蓋を開けてみれば自民党が大敗という形で過半数割れというシナリオも十分に考えられますと。で、その場合、自民党で過半数を確保できない、あるいは自民党と公明党の議席、与党2党合わせても過半数を確保できないということになると、連立が必要ですね。さらなる連立、3党を超えるような連立の政権というものが必要になってきます。もしかしたら維新と組むかもしれませんし、もしかしたら国民民主党と組むかもしれません。ただ、今、一番自民党、与党と近い政党といえば、おそらく国民民主党ですというところですね。さあ、ピンときたと思います。国民民主党といえば、先ほどお話したように、10万円給付というものを政策にしている党です。さあ、この3党連立になった場合、自民党が大敗しているので、この3党連立で、この自民党の総裁をそのまま首相として推薦するということができずになってしまうと。できなくなってしまうという可能性がありますと。なので、一緒に連立を組んだ、例えば国民民主。国民民主党はもしかしたら最近勢いがあるので議席を大きく伸ばす可能性がありますと。大きく伸ばして、その上で3党連立となった場合、国民の信を得た国民民主党ということで、その国民民主党の玉木代表が首相に推されるということになる可能性があります。自民党と公明党と国民民主党のこの3党で与党になって、そしてその3党の政権で国民民主党の玉木代表が首相になるということですね。で、そうなると、先ほど言ったように、国民民主党の政策としては、1人10万円給付というものを政策にしていますので、それを押していって、実際に給付金が、実際にあるということにもなります。で、さらに国民民主党の政策としては、1人10万円給付というものに加えて、消費税の減税というものも政策にしています。これは2023年の11月、去年の11月
にも参議院に消費税減税法案というものを提案しています。つまり国民民主党の政策としては10万円給付、消費税減税というものがありますので、実際に玉木代表が首相になった場合、こういった政策を推していく可能性があるというところですね。で、消費税減税をぜひやってくださいということで、我々の方で出しているこの給付金に関する動画のコメントで書いていただく方めちゃくちゃ多いんですけれども、消費税の減税が望まれている理由ってちょっと整理したいと思います。大きく分けて大体この4つですね。まず1つ目は消費税の負担が大きいということですね。で、消費税っていうのは一時的にいくらっていうふうにかかるものじゃなくて、何かを買うことにつれて毎回かかってくると。必ず 10% ずっと継続してかかるというものなので、例えば100万円のお買い物をした場合は10万円の税金っていうのがずっとかかると。何年もかかるといったような形なので負担が大きいというものがあります。で、それから2番はその逆ですね。経済的影響の持続。つまり消費税の減税がされた場合っていうのは、その経済的影響、我々が受ける還元の額っていうものが持続しますよと。経済的にいい影響が持続しますということですね。一番の逆ですね。それから消費の刺激というものもあります。もともと物を買うということについて税金がかかりますよというのが消費税ですので、物を買うという意欲が刺激される。当然のことですね。その税金がなくなるので消費の刺激になるということです。それから税負担の公平性というものもあります。収入が多い人でも少ない人でも同じ額のものを買うときに同じ額だけ税金がかかります。というのが消費税です。この所得税のように収入が多い少ないということによって税金の額が多くなる少なくなるというものについての方が公平性があるんじゃないかと。同じものを買うんであれば収入が多くても少なくても同じ額だけ税金がかかるというものは公平にかけるといったような意見もありますと。さあ、国民民主党に聞いてみたということで、実際に玉木代表が首相になった場合、1人当たり10万円給付、あるいは消費税減税というものを実際やりますかと。首相になった途端やりませんって言われたら困るので、実際にやりますかということで聞いてみました。このストーリーありえますよねと。自民党を大敗して玉木代表が首相になる。あり得ると思いますと。その場合、国民民主党が推している政策、10万円給付、消費税減税について実際にやっていきますでしょうかということで質問しました。国民民主党の本部に電話をして聞いたところ、もちろん玉木代表はいらっしゃらなかったんですけれども、選挙に向けて、衆議院選挙ですね。来たるべき、衆議院選挙に向けてブラッシュアップ、つまりこの政策をもうちょっと磨いていくっていう可能性はあるんですけれども、この柱の政策、10万円給付、あるいは消費税減税ですね、はブレる可能性は低いと思いますと。つまり、きちんと首相になっても、この政策を推していって実現に向かうということですと。なるほどと。その言葉いただけただけで十分ですと。信じますよと。国民民主党。じゃあ、もし玉木代表が首相になった場合は、10万円給付、あるいは消費税減税やっていくんですねと。わかりました。信じますよということですね。ということで、すべては衆議院選挙にかかってますというところがありますと。で、ただ、衆議院選挙、つまり小選挙区ですね。あるいは比例といったような、大半が小選挙区といったような、この衆議院選挙には、深い闇がありますと。なかなか与党から政権を奪い返すというところが難しいといったような形になっています。その衆議院選挙、すべては衆議院選挙にかかっているんですが、その闇、なかなか政権を交代しづらいといったような内容についてご説明しますと。まず一つ目は、小選挙区制度の闇というものがありますと。それ一つ目、まず、結局、地元推しに入れてしまうということがあります。例えば、ここ千葉県の船橋市なんですけども、野田元総理っていう方がいらっしゃいます。で、野田元総理っていうのは地元でも大人気で、ほとんどの方が野田総理に入れると。それは今までの選挙を見てもそうなんですけれども、なので、例えばこの野田総理が、自民党であったりとか、あるいは、立憲民主党なんですけども、実際はですね。で、もし自民党でさらに裏金をやっていた場合、野田総理に入れますかと。野田元総理に入れますかということなんですね。
で、それを考えると、自民党、いわゆるその党内あるいは派閥の慣習で裏金をもらってたと。で、慣習なんで記載しませんでしたと。ただその1000万あるいは4000万とかすごい大金ではなかったので起訴されることもありませんでしたとなった場合に、野田さんに入れるかと言われると、多分入れてしまうというところがあります。なので、この地元推しに入れるっていうところがあるので、この小選挙区は自民党がいかにダメだった、あるいは裏金議員だったとしても、もしかしたら入れてしまうというところがあります。それから擁立されてない選挙区があるというところがありますね。これ例えば今回、先ほど言ったように国民民主党を推したいなと思っても、国民民主党は全部の選挙区で立候補はおそらくしてこないというところがあります。なので国民民主党を推したいと思っても、その候補が自分の小選挙区の、自分の選挙区ですねの投票する先の選挙区の中の名簿に入ってないと、立候補者に入ってないと、そういうことがあります。これ例で言うと、ちょっと前の維新とか、大阪とかで人気になり始めて、全国的にもすごいいいぞと維新となった時があったと思います。で、なんですけれども、自分の選挙区に維新の議員がいないということで、みんな維新をしたいのにな。例えば、世論調査すると維新の支持率が高いのに、実際に議席確保した数でいうと全然低かったということがあります。それはもう擁立を全国的にしていないと、擁立されていない選挙区があるというところですね。そういうこともありますと。あるいは与党アドバンテージっていうのもあります。先ほど言ったように、もし例えば、今回ですね、もし自民党の裏金議員というのが自分の選挙区だった場合で、その議員以外の人は、あるいは公明党でもなくてですね、例えば立憲民主党とか国民民主党とか、だった場合に、その候補に入れてしまうと、もし当選した場合ですね、自分の選挙区、自分の住んでいる選挙区のその当選した議員が与党でなくなってしまうということがあります。で、そうするとなかなかその地元にとってのいい政策っていうことについて通りづらくなっちゃうんじゃないかというふうに思いがちなところがあります。なので与党が継続してそのまま当選しやすい、現職が当選しやすいといったような与党アドバンテージというものがあります。で、それから野党共闘の闇っていうのもあって、この野党共闘って今自民党以外の例えば野党が組んで、前回の選挙なんかもそうですけれども、戦うっていうことがあるんですけれども、自民党じゃないっていうふうに思う人は、この野党の中で協議して決めた、その候補にもう入れてくださいというふうなことですね。野党共闘っていうのは。これはまずありえなくて、自民党じゃないと思うから目つむってこの候補に入れてください。それはありえないですね。政策を気に入って、あるいはその人が訴えている内容について理解するので投票するというのが本来なので、自民党じゃないと思うからもう我々野党の方で決めたところに投票してくださいよと。それはありえないので、そもそもこの野党共闘っていうのが国民を舐めてると。そんなもので投票するわけないでしょっていうふうなことがあります。で、さらにこの小選挙区っていうのは非常に苦しいので、なかなかこの現職をひっくり返していくっていうのは難しいので、この比例にかけるっていうことがやっぱり重要ですね。で、例えばその比例で、例えばですね、自分のその推したい人が、じゃあ例えばこの選挙区でいうと野田さんどうしても推したいというふうなことで小選挙区は野田さんに入れますということで、ただ比例はもしかしたら立憲民主党を推してるわけじゃないなというふうに、もしですね、仮の話です。個人的に思った場合、立憲民主党には入れたくないと。で、ただ、この比例で絶対どこかに入れるっていうふうなことですね。白票にしないってことです。で、比例でどこかの党に入れるっていうことは、自民党じゃない党の、比率が増えるので、とにかく比例で絶対どっかに入れるということがポイントになってきますというところですね。さあ、今回の衆議院選挙結果の予測をしてみました。この中でとんでもない秘密発見しました。意外といけるんじゃないかと。このタイミングで岸田首相が
6月ですね。岸田首相が解散を狙っているのは意外とさっき言ったように、小選挙区なんで、自民党は小選挙区の議員が多いんで、結局過半数確保できて政権与党でいられるというふうなことを岸田首相は思っていたりとか、あるいはマスコミとかでもそういうようなことも言われているので、解散してくるんじゃないかなということが言われているんですが、いや、意外と勝てますよと。自民党大敗して過半数割れする可能性ありますよという秘密について発見しましたので、お話しさせていただきたいと思います。衆議院選挙の結果予想ですね。まず、今自民党の議員数について把握しましたと。今は小選挙区190人、比例区70人で、合計で260人の衆議院議員が自民党にはいますと。自民党ですね。意外とちゃんと小選挙区で勝ってきていると。各地の戦いで勝って議員になっている人が多いと。比例は70人にとどまるというところですね。で、この自民党の小選挙区の議員を裏金議員とそれ以外の裏金じゃない議員に分けました。で、この政治資金、収支報告書っていうのに、不記載をしている議員は、よく裏金議員って言われますけれども、その裏金議員っていうのは、衆議院議員が51人、あるいは参議院議員は31人いると。合計で82人いたというふうに言われてますが、その82人のうち、50人が衆議院議員、51人なんですけど、計算、めんどくさいので、50人というふうにしました。で、50人が裏金議員、あるいは裏金以外の議員が140人いますということですね。で、この小選挙区の戦いで、とにかく徹底的に裏金議員をやっつけるということです。もうキーワードは、裏金議員は半分落選させようです。裏金議員を半分落選させることができると、25人になりますと。50人が25人。25人戦死してくるということですね。で、それからそれ以外の裏金以外の議員140人はめちゃくちゃ今逆風ですと。支持率、自民党の支持率は 24.5%、最新のですね、支持率は 24.5% なので、めちゃくちゃ逆風で、いかに地元の小選挙区といえど、2割は負けてくるだろうと。ただ、先ほどの理由で小選挙区はやっぱり地元を押しに入れる与党アドバンテージとか、擁立されてない選挙区があったりとか、いうことがありますので、8割ぐらい結構ほぼほぼ残ってきちゃうんじゃないかなということで2割減にとどめましたということで140議席が112議席に減るということですね。で、さらに比例区です。で、これは国民の支持率が反映されるでしょと。全国でどの党に入れてもいいよっていうことでやるので、この支持率 24.5% というところを当てはめますと。ちなみに、衆議院の議席の定数っていうのは465です。で、465なんですけれども、そのうち小選挙区が289、そして比例が176ということになってますので、その176のうち、今自民党の支持率が最新で 24.5% ですと。そのまま当てはめますと。43議席になりますということで、27議席ぐらいが減ってくるという形ですね。さあ、合計で260議席が180議席に減るということで、80議席減るというふうな結果が出ました。さあ、自民党と一緒に与党で連立組んでいる公明党はどうでしょうかと。で、公明党っていうのは、もともとこの32議席あるんですけども、そのうちの大半が比例区ですと。もうご存知の通り、とにかく公明党っていうのは組織票ですと。全国津々浦々にいらっしゃる組織票が、この公明党を支えているということですので、この比例区の、数字っていうのはおそらく動かないだろうと。で、あるいはこの小選挙区9という数字についても、ガチガチでおそらく強いので、各選挙区で勝ってきていると。で、あともう一個理由は、公明党が裏金やったとかっていうのは一切ないので、そうなると、そのまま、与党、いわゆる政策に対しての逆風はあるものの、
公明党に関してはもしかしたらそのまま議席確保してくるっていう可能性が高いんじゃないかなというふうに思ってます。となると180プラス32という計算になって合計で212議席ということで、晴れてですね、過半数割れと、定数465なので過半数は233ですね。絶対安定多数、これはもう委員会とかですね、いろいろ自民党の委員をつけるっていうことでめちゃくちゃ運営しやすいということで言うと261と言われています。安定多数244と言われています。さらにその下の過半数233というところも自公で割り込んでくると。自民党、公明党で合わせても212ということで下回ってくるというふうな予想になりましたと。はい。おさらいです。キーワードは裏金議員は半分落選させようです。小選挙区で地元で勝ってきている議員についてはおそらく地元でガチガチでしょうということなので、140議席あるうちの8割ぐらいほぼほぼ受かってくるんじゃないかなということで、少ない議席数の減りにとどまるんじゃないかと思うんですけども、とにかく裏金議員は許しちゃいけないと。裏金議員は半分落選させよう。これがキーワードです。そうなるとこの過半数割れというところも実現に近づいてくるということですね。さあ、もしこのような状態で過半数割れということになれば、当然政権を維持するために3党連立という形になって、国民民主党おそらく今回で議席を伸ばすはずですので、この連立の中に入ってくるという可能性があります。さらに与党に近い政党なので自民党、公明党としても組みやすいというところがありますと。さあ、もし実際にこの3党連立になってこの玉木首相というものが実現した場合、最短の給付スケジュール、国民1人当たり10万円給付最短のスケジュールについて確認したいと思います。このコロナ禍にあった特別定額給付金1人10万円給付というものは、この閣議決定組み替えて決まった瞬間からもう10日ぐらいで申請開始といったような形になっています。もし6月解散というふうな形になれば、7月の中旬に選挙が行われて、8月の上旬というところで閣議が開催されるということになります。なので、8月上旬に閣議開催されて、閣議決定しますと。で、そこで8月の中旬に法案を提出して、その中旬のうちに決まってくるということで、8月の下旬から申請開始というスケジュールが最短の10万円給付の申請開始のスケジュールといったような形になります。給付金に関する動画っていうのは、たくさん出させていただいているんですけども、かなり再生していただいてます。かなりご覧になっていただいてます。で、いろんな意見たくさんいただいてます。先ほど言ったように消費税に関するようなご意見とか、この10万円賛成反対という意見についても結構、いただいてます。で、当然この10万円給付というのはまだ当然スケジュールが決まっているわけではもちろんないんですけれども、こういったような形で実現する可能性も全然あるんじゃないかなというふうに考えてます。で、もちろんこの特別定額給付金の1回目も国民の意見を汲み取って、自民党が実際に閣議決定組み替えて、給付決定したというふうな経緯もありますので、我々は国民の声をどんどん届けたいというふうに思ってます。で、コメントで、賛成反対の一言だけでもいいので、ぜひ何か入れていただければなというふうに思います。当然この政治家の方とか、与党の方、あるいは国民民主党の方とか、いろんな政治家の方とかご覧になっていただいていると思うので、こういった国民の声を少しでも届けたいというふうに思ってますので、ぜひ先ほども言ったように賛成反対の本当一言でも構いませんので、ぜひ入れていただければと思います。それから給付金に関する動画っていうのは、情報が出たらすぐにこのようにアップさせていただいてますので、新しい情報が出たらすぐに知りたいという方はぜひチャンネル登録をしていただければと思います。チャンネル登録していただければ、新しい動画が出た時にすぐにご覧になっていただけるようになります。最後までご覧になっていただきましてありがとうございました。